世界中チャンネルのコウタです。大です。今日は5000人達成記念イエイイエイイエイ。皆さんのおかげです。ありがとうございます。ということで今日はこのバリ島のサヌールというところからこの6カ国10都市に暮らしてみて、ぶっちゃけどうだったのかということをお伝えしたいと思います。世界中チャンネル第一の質問です。はい。多拠点生活というのはぶっちゃけお金がかかりますかという質問です。まずタイミさんからどんな答えでしょうか。日本にいるよりかからないんではないのかな、もしくは同等とかだからどこと比較するかなんですけれども、どこに住んでるかによって変わるような。少なくとも我々が2018年東京に暮らしていて、2019年は沖縄に暮らしていて、その時よりは実はお金がかかってません。なぜかというと我々旅行が大好きですと。旅行が大好きということは、航空券を買ったりして往復で。Thank you。おお、でかい。わあ。見せてあげて。じゃーん。ヤングココヤングコナッツだけどでかい。バカでかでした。そういう趣味なのかな。乾杯。私は昆布茶ということで飲みながらお話したいと思いますが、旅行好きなので往復になってしまうわけですよね。で往復になってしまってまずその航空券代がかかると。なおかつ旅行してる間、我々当時よく2週間3週間って旅行してたじゃないですか。そうするとその2週間3週間家賃を無駄払いしている形になるわけですよね。二重にかかっちゃってるよね。ホテル代もかかるし、さらに家のお金もかかるということで結構かかるわけですね。二重にかかる料金が結構でかいので、一方今の生活というのは片道しかかからないわけなんですよね。ほとんどホテル代というのがかからないという形で、しかも最高でもデポジット1ヶ月でそれは返ってくる。で大体がエアビーの場合はそういったものもすらもいらない。確かに。ということで敷金礼金とかが必要ないので、引っ越しをしても航空代はかかりますけれどもそれぐらいしかかからないということで、航空券もね、そう2018年19年よりはかかってない、今のはかかってないと。なおかつ幸福度は今の方が高いということなんで、皆さんにもお勧めしたいなというふうに思います。さて、2番目、1番ではタイミさんカルチャーショックを受けた国はありますか。カルチャーショック、フィリピンかな。フィリピンどういった意味で。格差がすごい。格差すごいね。超高級マンションのすぐ横がスラムみたいな。マニラに住んでいたんですけど、高層ビルがたくさんあってその高さがだいたい200メートルとか300メートルぐらいに近いぐらいの50階建てとかっていうのがたくさんあるわけですね。で我々もそういったものの一つに住んでたわけですが、そのすぐ隣がスラムで、もう上から見るとトタン屋根のね、バラックのトタン屋根がもう明らかに見えて、あのエリアはそういうところなんだね。でちょっと行くとまたすぐタワマンがあったりとかあって、そのタワマンが城壁で囲まれていると。だからそういう部分以外は治安悪いよみたいな感じになってるから、別に怖い目に遭ってないけど怖いなって思ったし、その囲まれっぷりに余計になんか危ないんかなって思ってちょっと怖かったし、なんやろう、あんなに格差があるんやっていうことがまじまじと見えるっていうか、なかなかね、なくない？そうだね。フィリピンはそういう意味では、いい勉強にもなるというかね、こういった世界があるんだっていう感じもしますし、ちょっとね、例えばストリートチルドレンみたいな人が結構ね、いっぱいいるので、ちょっとね悲しい気持ちになったりするかなというふうに思いますね。いろんな意味でカルチャーショックだったかな。というわけでフィリピンでした。で次の質問をすると、子供がいる場合どこが育てやすそうですかっていう質問です。さあもう圧倒的にマレーシアなんじゃないですか。圧倒的にもうこれはね、こちらの動画、もう今現段階で8万回以上待っている動画ですけども、マレーシアに住めという動画を我々出していて、とにかくマレーシアは暮らしやすい。本当外国人に寛容であるということで、いろんな意味で差別少ないっていうコメントもさ結構あったりとかして、多様な文化を認めている。でマニラがちょっと我々にとって住みづらいなと思ったのが、ローカルの人たちと我々の行く店が全く違うんですよね。ローカルの人たちは本当100円で確かにご飯食べるんだけど、ちょっと我々が清潔度から言っても、あるいはエリアのね、安全度から言っても行きにくいなっていうところが多くて、一方マレーシアっていうのはほぼ我々が行ってもローカルの人が行っても大丈夫なお店がほとんどになります。中間層の人が多いんじゃない、あれは。もちろん平均所得がフィリピンとでは全然違いますから、特にクアラルンプール周辺というのはかなり高級取りの方も多いので、我々が行っても全然快適に楽しめるという店が多かったと。でさらには英語が通じたりとか、ビザが取りやすかったりとかするので、
とっても住みやすい。あと家賃が安いからね。住環境がとてもいいということで、ぜひルームツアーの動画とかマレーシアに住め動画とかっていうのを見ていただければっていうふうに思います。では次の質問、我々夫婦でやってるんで、夫婦の関係は大変ではないですかと。ずっと一緒にいてってこと？そうだね、一緒にね、こう移動しながらやってるわけだから、基本的に2人なわけですよね。大変じゃないのかっていう質問です。全然大変じゃないですでもこれは人によるよね、きっと。他の人はもしかしたらそんなになんか四六時中一緒にいるの無理っていう人もさ、そっちの方がもしかしたら多い可能性もあるかなって思うけど、私たちは全然ストレスなくそうですね、過ごせてます。また別の動画でお話したいと思うんですけど、海外移住を考えるときに一番大事な条件の一つがこの夫婦仲がいいかどうか。いや確かに孤独になるような、きっとパートナーいなかったら寂しいっていう人結構いるから、そこは結構大きなポイントになってくるかもしれないね。どんな国に行ったとしても必ず、最初は孤独なわけですよね。特に我々はもう縁もゆかりもないところに暮らしたりするんで、最初は友達ゼロというところから始まる。でだんだん人間関係出てくるんですが、それまでは基本的に2人でご飯を食べたりとかいろんなところに行ったりするので、非常にこの夫婦関係が大事になってくると。で逆に言うと僕の感想ですけど、日本にいた時より仲良くなってる言えてるっていう気がします。八島さんは、喧嘩も少なくなったし、もちろんする時はあるけれども少なくなったし、普段の生活がとても愛に包まれている生活を、それはさ、理由の一つはさ、家事が少なくなったからっていうこともあるんじゃない？買い物行ってとかいろいろそういうののちょっと小さい積み重ね。今のバリ島なんかはさ、お掃除はさ3日に1回は入ってくれたりさ、で食事もさこっちはさ大体さもうグラブか現地で食べるかみたいなのでさ外食なわけやん、だからすごい家事への時間がめちゃくちゃ減ったっていうのも一つあるんじゃないですか？あると思いますし、もうちょっと言うならば、2人しかいないのでより仲良くしようっていう気持ちが働くんではないかなと。だって喧嘩して例えばお互い気分が悪くなったら他に頼るものがないわけですから、ここが大事なんだよっていうか改めて認識できる。逆に言うと日本にいる時っていうのは飲む相手も飲みに行く相手もいれば、もういろんな寂しくない、ツールというかお店とかもたくさんあると。でもこっち行ったらそれがなくて、確かにな、もう夫婦関係に集中できるので逆に仲良くなる家庭も多いんじゃないかなというふうに思います。我々は大変ではありませんという話です。さてその流れで多拠点生活してるじゃないですか、それって寂しくないのというような質問なんですが、同じ話になってくるけど、私たちは夫婦仲がいいので寂しくないし、意外と各地に友達が遊びに来てくれたりとかして、それがめちゃくちゃでかい。例えば東京だと東京の友達は多くなるんだけど、沖縄住んだり特にこういった海外住むと全国各地あるいは世界各地からバリ島に来てくれたりするので、その人間関係のバラエティーがすごくなると。しかも出身もバラバラ、経歴もバラバラで年齢もバラバラということで、いろんな刺激になって学びになって面白いなというふうに思いますので、意外と寂しくならないな特に最近ではやはりデジタルツールがね、充実してますんで、Zoom でお話ししようよとか、ちょっと相談に乗ってほしいっていう方は全然できるので、全く問題なく寂しさはほとんどないなというふうに思います。全然寂しくないです。物価が安くて天国だったみたいな国はどこですかと。ベトナムかな。ベトナムですね。やっぱりベトナムダナンは物価がずば抜けて安いような気がする。での割にクオリティが高いっていうか。そうだから、これは現時点で1万5000回以上回っているこちらのコスパ最強動画、ベトナムに住めという動画がありますけれども、コスパがとにかくいい。ベトナムはすごいよね。コスパっていうとね、本当に安いだけではなくてパフォーマンスがとにかくいいということで、美味しいしクオリティ高いのに安いというね、そうなんですよ。ことでぜひ皆様はベトナムに住んでいただきたいですし、旅行でもね行っていただきたいなというふうに思います。続いて同じ答えが出るかもしれませんが、どこのご飯が一番美味しかったっていう質問。これな、やっぱりベトナムかな。やっぱりベトナムだよね。何が好きかにもよるやん。そうだからこれは完全に人の好みによってなんだけど、ベトナムはね、いろんな種類がめちゃくちゃ美味しいのに安く食べれるっていう部分でランキング1位に上がってくるかなっていう。だから万が一ベトナム料理が合わなかったとしても全然生活できるぐらいのクオリティのものが食べれる。サンドイッチであるとかピザであるとか、あるいは日本食であるとか、韓国料理であるとか、各国の料理が全部クオリティ高いよね。
なので全く問題なく食生活が送れるとそうやねいうことで、ベトナムかなと。お金があれば別にさ言うたらさどこでも美味しいもの食べれるやんっていう話はそうなってくるけど、そういうことじゃなくて日常的に食べれるっていう意味で言うとベトナムは結構ねそうね、美味しいものがいっぱい安く食べれるなって感じがする、というわけでベトナムという形になります、さあ続いての生活、これも気になる方いるかもしれません、はい、ビザってどうしてるのというような質問です、はい、我々2年半ぐらいね、海外に立ちますけれども、じゃあどうしてるんでしょうか。ビザはもう基本的に観光ビザで各地移動しているっていう感じになっています。そうね、各国だいたい2ヶ月から3ヶ月ぐらいいていいよというようなノービザだったりね、ちょっと少額の、ここインドネシアだったら月に5000円ぐらい払っていていいよというようなビザが取れたりするので、それを取って、滞在しているという形で、そのビザが切れる前に次の国に移動するという形を取っていると、そうなんですよ。さあじゃあちょっとディープなお話をしてみましょう、はい、住んでみて後悔した国はありますかと。そうやな、まずちょっとね大前提話しておかなきゃいけないんだけど、住んでみて嫌いになった年はありませんっていう話です。そうやな、どこもなんかそれなりの魅力があるわけよ。そうみんなこれはいいねとかご飯は美味しいねとか、治安はいいねとかいろんな魅力はありますということで、みんな好きになりました、ただもう2度目はもしかしたらないかもしれないなというところは、住まないっていうとこな。そうなるとコタキナとかかな。コタキナバル、ノンタブリー、そして、マニラ、そうやな、この3都市は分かんないけど住まない可能性が高いかなという、そうやな、マニラはさ変わっていくかもしれへんけど、マニラはそうね、ビジネス系でなんかね、発展していってるからさ、コタキナバルはさすごい古い建物ばっかりやったしさ、新しい建物建設中とかもなかったしさ、なんか全体的に抹茶が昔栄えて今は栄えてないみたいな、なんだろう、でも分からんけど日本の熱海みたいな感じで再度盛り上がるっていうパターンもあるからね。クアラルンプールと違って気候がちょっと厳しいよね。そうやな、雨も半端ないし、雨すごかってんでさらに日差しももうほぼ赤道直下みたいな感じだからそうなのよ、暑いしということで、その3つはもしかしたらもう2度目はないかもしれないなというような感じです、さあでは最後の質問に参りましょうということで、世界6カ国10都市に暮らして、どの国が一番暮らしやすかったですかというような質問です。これ難しくない？そうなんだよね、すごく難しい。これはねだから毎回いろんな人に聞かれるんやけど、我々はなんていうその部門別ランキングみたいな感じでしか答えられへんというかさ、だから住居のレベルとコスパが最強なのはマレーシアやしとか、子供さんいたらその勉強の環境というかね、そういうのが一番いいのもマレーシアやしとかで、さっきの食事の部分で言うとベトナムがコスパ最強だしとか、結構難しくないですか？難しいのよね。だから例えばパンデミックの頃みたいにもう他の国出れないと、1カ国しか住めないと、この国にしか住めないと言ったら、僕自身はタイを選びますよというような答えをしてるんですね。確かに。でもかといって、じゃあチェンマイすごい大好きなんだけど、大気汚染の時期にいたいかというとそうではないと、バンコクも大好きだけれどもこの雨季の時期にいたいかっていうとそうではないと、大事なのは結構季節が大事だったりするんですね。確かに季節の安定感で言うとさ、マレーシアだからそれで言うならば、もし1都市だけしか住めないとなったらクアラルンプールを選ぶかもしれない他の国出ていいという条件だったらねバリ島も雨季の時期以外は最高だもんね。最高この超リラックスなこのさできるさ、この環境だって、私いつもバリ島に来たら体調良くなるからそういう意味ではさ最強やし、なんかこれかなり難しいよな。その人の条件によって何がいいかって変わってくるから。まず第一は季節という要素があって、この間もちょうどスレッズ見ていたら東南アジアに住んでる人が、教えてくれと、雨季の間の過ごし方みたいな感じで、まさになんか大雨の、投稿をねされていたんだけど、本当に毎日大雨が降り続くということで、それは鬱になるよな、これはバンコクであるとかダナンであるとかバリ島もそうね、雨季の時期は本当に雨が降るので避けたいかなと。で我々はこういう生活ができているのでそれは避けられているという面があると。もしそれが無理で1箇所にしか住めないんだったらクアラルンプール周辺というのは非常に気候が安定していて他の条件もいいので、非常にいいなというふうに思います、ただ一番私の中で幸せに過ごせる
都市といったらこのバリ島うんだと思います。穏やかに過ごせる。ここかダナン。そやな、確かに。ただダナンはチェンマイもちょっとでもまあチェンマイもねチェン増マイもねえていった。だからこの KL 周辺チェンマイバリ島ダナンっていうのはもう住んで全く嫌なことがないというか、そうやな。うん一番さでもギャ幸福にこのップがあってっていうかさ、なんて期待してなくて感動したのは私ダナンやん。それはねベトナム自体が不安だった、来る前に。そう旅行では来たことあったけれども、んなんかそんな楽しそうなイメージがあんまりなかったそう、よね。住めるのかなとかって感じやって、うんちゃんと住めるのかな、快適に住めるのかなって思ったけど、いざそのダナンに住んでみたらめちゃくちゃ快適で、うんおしゃれなカフェもたくさんある、美味しいものもたくさんある、ですごい全部安かったり、海も近い、景色もすごいさ、海沿いの景色すごい綺麗でさ、とかそんなこと考えたらめっちゃ感動したの私は。社会主義の国でもあるんで、なんか規制とかね、なんか変な縦社会というか警察社会とかそんないろんなのがあるのかなと思ったらそういうのも全然なくて、そうね、自由に暮らせるし、まあ、ネットもアクセスも自由だし、いや早いし、そう早いし仕事しやすいし、なおかつおしゃれ美味しい、いろんな条件が揃っているので、まあ、でも各国ね本当に魅力がたくさんあるので、この生活スタイルは本当にいいなとそうや思います。な、どっか一箇所だけというのも逆にめっちゃ難辛いかしいよな。なっていう、我々のね今のスタイルをなっていると、確かにそう思いますということまあ、で、タイはねバラエティがあるから、うん大都市から南の島までもういろんなバラエティのあるところに行けるから、パンデミック起こって1カ国だけって言われたらタイっていうね、うんそんな感じやけど、というわけで答えるのは難しいという答えてない結論なんですが、あとまあ触れてなかったけど台湾もすごくいい国だったよね。台湾も良かったな、食べ物美味しいし人は優しいし、そうでやっめっちゃぱり親切やもん沖縄並みの暖かさなので、そうそうそう、とてもそれもいいし、ねご飯もとにかく美味しい。もう美味しかったな、特に中華料理、中華料理最高やったな、餃子であるとかね、胡椒餅であるとかね、本当にあとは鍋、火鍋関係、めちゃくちゃ何でも美味しかったので、しかもやっぱり我々住んでる東南アジアの国と比べると、やっぱり経済が進んでいるので、いろいろ便利は便利だよね。セブンイレブンもたくさんあるし、ファミマもあるし、別に日本と変わらない生活できるよねって感じやから、そういう海外不慣れで不安っていう人でも海外移住してみたいやったら台湾もめっちゃいいよね。そうね。ただ私の残念なところは1点だけあって、台湾は何ですか？吉野家が美味しくなかったっていうことなんです。あれ美味しくなかった。あの店舗だけかな。あなた行ってないでしょ。あ、そっか。俺一人で行ってんだよ。あの店舗だけなのかな。かもしれない、わかんない。吉野家さん、あそこだけ開店してください。他はね全部今バリ島にも実はあるんですよ。クタエリアにあるんですけど、めちゃくちゃうまい。あ、日本のこの味だっていうね、のがあって。今日も行くのか明日も行くのか分かんないけど近々行こうと思っているので本当にあの味を食べに行ってるのに、あれの味じゃなかったらショックやな。まあでもそれ以外本当に暮らしやすいところなので、ぜひ台湾もねトライしてみていただければなと思います。最高です。はい。で、まあ Facebook でも書いたことなんですけど、海外移住の準備何したらいいですかっていうふうに聞かれることがあります。ほとんど必要ありませんというのが答えです。もちろんね語学あった方がいいですよ、でお金は特にあった方がいいけれども、もう語学なんかなくてもというか語学をちゃんとできて移住した人なんかほとんどいないです、正直。別に言語なんてGoogle 翻訳あるんで、なんとかなります。我々の知り合いもタイに長年住んでる人がいます、マレーシアに長年住んでる人がいます、インドネシアに長年住んでる人がいますけれども、ほとんど最初来た当初はほとんどできなかった、タイ語であるとかマレー語なんか今でも多分できない、英語で通じるからね。じゃあ英語も流暢だったのかっていうとそこまでじゃない人も来ていて、来てからなんとか学んで適応しているという方がほとんどなので、大事なことはまず来ちゃう、準備してる人ほど意外と来れない。それよりもなんかちょっと行ってみるかとか、呼ばれたからノリが大事やん。ノリが大事じゃないとね、もう正直リスクなんか考え始めたらキリがないんですよ。日本人にとって一番安定してる国都市というのは日本に決まってるんですよ。何のリスクもないんですよ。だからこそ出るんでしょうとノリでとにかく例えばさ、がっつり行かなあかんって思うからさ不安なんやと思うから、ノリで2週間だけ住んでみるとかっていう、そんな感じでちょっと慣らし運転ね、してもらうといい。我々もね最初来た時ダメだったら帰ってくればいいじゃんっていう、ただそのだけの発想で、なんかよく沖縄移住もそうだし海外移住もそうだし、なんか誰々ここに来る人の例えば
8割は3年以内に撤退しますとか言っていいけど、それでいいんじゃないのっていうふうに思うわけ。だって3年住めたんでしょとか2年住めたんでしょと、それだけで素晴らしい経験になると。いや本当そうだよ。だからそこがダメだったんだじゃなくて、すごいいい経験したなっていうふうに思えばいいだけなので、会うところをね探して、あとお仕事がみんな多分気になるからさ、それもさ現地行ってみたらさ、なんかあるっていう、なんかあるなんとかなるっていうね。そこで例えば日本人コミュニティもあったりするから、そこで情報交換して、しかもその情報ってネット上に載ってないんですよ。なんとかさんが人募集してるらしいわよとか、こういうような技術があるから、ここだったら寄ってくれるかもしれないとか、ここは今なんか募集してるわよとかっていう話が口伝え人伝えで伝わってくる。だから観光ビザで何年からとりあえず例えばマレーシアだったら90日まで住めるので、90日住んでみて、その間に例えば日本人コミュニティいくつかあったりするので、そういうところ行ってみて、なんか話してみたらそういうことできるのかっていうことがたくさんあったりとかするので、ぜひね、もうとりあえず住んでみるということをやってみていただければと思います。はい、ノリで。はい、というわけで以上、5000人達成記念ということで、6カ国10都市住んでみた結果、このぶっちゃけ自分たちの思い感想意見というのをお伝えさせていただきました。これからも我々はいろんな国に住み、いろんな各国の最新情報というのをお伝えし、皆さんの移住情報だったり海外ビジネス展開のご参考になればなというふうに思っております。質問などあればいつでもコメント欄にね書いてください。はい、書いていただければと思います。では世界中でまたお会いしましょう。さよなら。 See you around the world。 この動画をご覧いただきありがとうございます。コメント高評価お願いします。ホームページ、メルマガ、 X などやっております。詳しくは概要欄にて見てください。